こんにちは、斉藤直樹です。今回は非常に悩みに思っている人が多いテーマ、キャラクターの顔の上達法についてです。やっぱりね、キャラクターって何よりも顔が大事です。絵はね、他にもポージングとか構図、エフェクトや背景、いろいろな要素がありますが、もうね、とにかく顔がいい感じに描けていれば、他の要素はなんとなくカバーできちゃう。そのぐらい顔って重要です。でも、それが難しい。もうね、それができたらみんな天才なんですよ。でもね、その天才を意図的に作り上げられる方法があったとしたら、皆さんどうしますか？やらないわけないですよね。今日はですね、その方法を特別に公開しちゃいます。覚悟してご覧くださいね。まずは質問を紹介します。10代、人参さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。私はよくキャラクターを趣味の範囲で描くことがあります。キャラクターにおいて一番顔が重要だと思うのですが、顔がうまく描くことができません。うまく描けないというよりかは、気に入る顔が描けないという言い方が正しい気がします。顔以外もうまく描けるわけではありませんが、私は顔を一番うまく描きたく、どれだけ好きな S さんを模写していても、手癖と言いますか、気に入らない線になってしまいます。そのせいで顔を描くことをあまり楽しくやれていません。どうやったら矯正できるか、よろしければ教えてもらいたいです。とのことです。はい。これ皆さんめっちゃわかりますよね。というか今おそらく、首がもげるほどね、うなずいている方、たくさんいらっしゃると思います。イラストでも顔を描くのが好き。でも描いても気に入った顔にならない。もうどうすりゃいいんだよっていう問題。おそらくキャラクターイラストを描く人の一番多い悩みなんじゃないでしょうか。そしてね、一番多いゆえに、めちゃくちゃ解決しにくい問題。もしくは、これこそ才能が必要な世界なんだな、と諦めちゃう人多いと思うんですが、はい。もう結論言っちゃいます。これ、実はあることをすれば、一気に解決できちゃいます。ですね、やり方、説明しちゃいますね。まずですね、とりあえず、キャラクターイラストを描いてください。キャラといってもね、顔だけではダメです。少なくとも、バストアップ、胸から上ぐらいのキャラクターイラストを描いてくださいね。できればね、手とかでポージングを取っているキャラクターイラストが好ましいです。なるべく可愛く、かっこよく、これで完成。もう限界。これ以上可愛くもかっこよくもできないっていうところまで書き込んでください。で、おそらくですね、人参さん、一生懸命描き上げたそのイラストでも、その顔を見てね、ちょっと不満が残る結果に終わると思います。やっぱり微妙な出来だったなーってね、悔いが残る結果に終わるはずです。でも、今の段階ではそれで OK です。大事なのは、むしろ、ここからが人参さんの問題を解決するポイントになります。そのね、今描き上げたイラストを A パターンとして保存してください。その A パターンには、それ以上加筆も修正も必要ありません。そのまま保存ですよ。で、何もせずに1週間、とりあえず過ごしてください。で、その間、その A パターンの絵は、絶対に見ないでください。いいですか？絶対に見ないでくださいよ。1週間完全放置です。はい。1週間経ちました。じゃあ、今まで放置したその A パターンのイラスト、改めて開いてみてください。うわー、なんかやだ。はい。1週間前に見た時より、なんか、ここがおかしい。人参さんは、そう思うはずです。そうです。ここがおかしい。って思ったはずです。1週間前、完成したての時は、なんか原因がわかんないんだけど、なんか気持ち悪いなって、変な原因がぼやーんと、霧がかかったような状態だったと思うんですが、1週間後になって改めて見てみると、うわ、ここがおかしい。そう思えたはずです。それで正解。そしたら速攻で、今感じた違和感の部分を、違和感が感じられなくなるまで、上からグリグリ、加筆修正してみてください。なんかスッキリした。結構いい感じになったわ。よかった。はい。違和感がなくなるまで修正できたその絵は、今度は B パターンとして保存してください。はい。絶対に A パターンに上書き保存しないでくださいね。B パターンで保存ですよ。ですね、ちょっとここで解説を挟みます。なぜ1週間放置したら、完成直後に感じられなかった違和感を、今度はすぐに原因まで特定できたのか。それはあなたが客観的な状態に戻れたからです。同じ絵を描き続けているとですね、プロでも客観性が失われてしまって、どうしても主観的になってしまうんです。そうするとですね、違和感に気づきにくくなってしまって、変なのはわかるんだけど、どこが変なんだろう。プロでもね、そうなってしまうんです。だからプロは何作品も一緒に作品を同時進行させます。もう5作品とか10作品とかね、あえて1枚に集中せずに何作品も同時に作るんです。これね、理由はたくさんありますが、客観性を保つためというのが大きな理由の一つですね。でね、もしここで、
ここがおかしいって思えなかったとしたら、あなたはまだ主観的な状態ですので、黙ってね、絵をそっと辞して、もう1週間、寝かしてみてください。もうなんならね、1ヶ月とかでもいいです。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月。仮にね、いくら経っても違和感を発見できなかったとしたら、それはですね、あなたが、こう、心の中で強く強く念じながら、絵を見る癖があるからです。よし。今から見る絵は、あんなに苦労して描いたんだから、絶対におかしくないはず。絶対いい絵なはず。だって、あんなに苦労して描いたんだもん。はい。それ。やめてください。その時はね、あなたの心を守れるかもしれませんが、長い目で見るとね、あらゆる成長がストップしてしまいます。一旦心をフラットにして、もう何も思わずにね、他人の絵を見るようにして、自分の絵を見るような癖をつけてくださいね。はい。あなたは B パターンを作ることができました。よかったよかった。問題解決とはなりません。安心したでしょう。逃がしませんよ。B パターンができたらですね、さらに1週間間を置いてください。またもや、その絵は1週間見るの禁止。絶対に見ちゃダメです。もうなんなら考えの外に追いやって、その絵のことを考えるのやめてください。そして1週間後、なるべくフラットな気持ちでその絵をまた見てください。心の準備とかしないでくださいね。手が滑っちゃったくらいの軽いノリでその絵を開いてみてください。うわ、めっちゃ完璧だと思ってたのに、ここ変じゃん？あなたはさらに1週間前とは違う違和感を発見しちゃうはずです。発見する違和感はね、いろいろあるはずです。思ったよりも目がでかすぎる。なんか目線をこっち見ている気がしない。左右の目を見比べてみたら、左右で大きさが全然違う。なんかおでこ広い。鼻の下長すぎ。首太すぎ。あなたがちょっとでも変だと思ったら、それは他の人が見たらもっともっと変に思うはずです。みんな気づかないかな。なんて思わないでください。確実に気づきます。みんなにはね、違和感の原因がわからないだけ。ただただ理由はわかんないけど、変と思われるだけです。今、あなただけがその変の理由に気づいている状態。せっかく理由に気づけたので、そこ直してあげてください。はい。そして修正したら、その絵のパターンを C パターンとして保存してください。はい。もうわかりましたよね。今日紹介する方法はですね、これを何度も繰り返します。よし、できたと思った C パターンをさらに1週間後に確認して、違和感を修正して、そして D パターンを作ります。そしてさらにもう1週間後に確認して、違和感を修正、E パターンを作りましょう。まだまだです。そのまた1週間後に確認して、F パターンを作ってください。また1週間後には G パターン。これを何度も繰り返して、そうですね。J パターンまで作ってください。あなたの前には A パターンから J パターンまで10パターンの絵が揃いました。頑張りましたね。でもね、期間はかかりましたが、作業にかかった時間自体はそれほどはね、多くないはずです。1回の修正にかかる時間は、1時間とか、長くて2時間ぐらいじゃないでしょうか。それを9回繰り返したってことですね。で、そしたらですね、その絵を、なるべく順番ぐちゃぐちゃにして、自分の前にペペペペペ並べてください。A から J まで順番に並べることなく、なるべくランダムにして並べてみるんです。プリントアウトしてもいいですし、ピュアレフなどのソフトを使って同じ画面に羅列してもいいです。10枚パッと眺めてみてですね、その中から直感で、この顔一番好きっていう顔を選んでみてください。さあ、あなたはどの顔を選んだでしょう？ここで不思議なのはですね、J が一番好きとなるとは限らないってことです。一番修正したんだから、J が一番いいはずだろうって思うかもしれませんが、多くの場合はですね、そうならないのが面白いところです。意外と C パターン、D パターンあたりが一番気に入るものになっていることが多いと思います。理由は考えすぎちゃったり、一箇所を誇張しすぎちゃったりして、最後の方はね、もう割とバランスが破綻しているものになっていることも多いですね。おい、直樹。じゃあなんで J パターンまでわざわざ作らせたんだよ。俺はめっちゃ苦労したんだぞ。まだ足りないって思って、結局やりすぎだったじゃねえか。バカ。って思うかもしれませんが、そうです。まさにそこ。それこそが、この方法の目的なんです。みんなですね、最初から最高のバランスを目指して描きます。でも多くの人は足りなすぎる状態ややりすぎた状態っていう基準を持たない状態で最高のバランスを目指しちゃいます。でも考えてみてください。基準が何もないのに最高のバランスなんて目指せると思いますか？目指せるわけないですよね。それはゴルフに例えるなら、もう目隠ししてね、パターを決めろって言われているような状態に等しいと思います。ボールを穴に沈めるには、ちゃんと目を開けて左右にそれないようにしっかりと狙いを定め、そして
力加減が重要です。俺ってこのぐらいの力で打つと全然距離足りないんだよな。でもこのぐらい力んじゃうと逆にやりすぎちゃうんだよな。過去に打ってきた基準を意識して打つから、カコン最高のショットを決めることができるんです。絵も全くそれと一緒です。人参さんをはじめ、顔がうまく描けないって言ってる人はですね、自分の基準を持っていません。基準も持たずに目をつぶってですね、この辺に打ったらボール入るはず。ダメだったって嘆いているようなもんです。入らないの当たり前ですよね。仮にね、気に入ったものができたとしても、それはまぐれです。あなたの実力じゃありません。なぜか、あなたの中に基準がないからです。この問題で悩んでいる人はですね、まずは今日僕が紹介したやり方を試してみてください。そして自分の中に、これじゃ力加減強すぎ。この辺がちょうどいい。そういう基準を作り上げてみてください。この基準さえ一旦できちゃえば、その後パッと描いた絵に対しても、今回描き上げた A パターンから J パターンという最強の物差しを当ててあげれば、今回は A パターンに近い。全然力加減足りないやつじゃん。今回は I パターンだ。やりすぎた。ってね、自分自身で良し悪しを判断できる基準を作り上げることができると思います。おそらくですが、こんなことやってる人、少なくとも人参さんの周りには一人もいないはずです。なので、これをやるだけで、人参さんは周囲からちょっと浮いちゃうぐらい、絵が上達するはずです。ちょっとね、期間がかかっちゃうので、大変かもしれませんが、ぜひ試してみてください。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回は顔の上達法について、自分の中に基準を作るという方法をお伝えしましたが、顔といってもね、いろいろなパーツがあります。特にね、皆さん、顔は目の印象で決まるっていうんで、目だけを一生懸命練習する人多いんですが、それは素人の考えです。目も確かに重要なんですが、それよりも大事な要素があります。それが、髪の毛。顔の印象はですね、7割ぐらい髪の毛で決まると言っても過言ではありません。教えて、髪の描き方知りたいという人はですね、こちらの動画、プロ絵師が髪の描き方完全解説をご覧ください。髪の毛を使った顔の印象操作について知っていただけると思います。最後にお知らせです。こちらを見てください。これ、ホロモデリンクっていう 3D のデジタルフィギュアやイラストを飾ることができるディスプレイ、株式会社具現化さんより発売されます。ほら、こんな風に、田中ちゃんのデジタルフィギュアも飾ることができちゃいますよ。すごいでしょ？豊富なテンプレートがあるので、自分のイラストを立体的に飾ることもできちゃうんです。こちらは僕のイラストですね。パソコンとデバイスを USB でつないで、簡単に映像の差し替えが可能です。ホロモデルというスマホアプリでは、公式のデジタルフィギュアが発売されています。アプリとデバイスを Wi-Fi で接続することで、転送もできちゃいますよ。購入は8月29日の23時59分までクラウドファンディングページから購入できます。すでにね、250% 超えってことで、すごいですよね。お気に入りのデジタルフィギュアやお気に入りのイラストを机の上に飾りたい。そんな方はぜひチェックしてみてください。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。